はい、水亀座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は7月18日の新月から8月2日満月までの2週間を見てみたいと思います。よろしくお願いします。いつも言ってるんですが、タロットは絶対この通りになるっていう予言ではなくて、このリーディングを知って今起きてる出来事のね、皆さんの日常生活の中で何か気づきのヒントになればいいなという視点でご覧いただければ嬉しいです。では行きます。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。じゃん。ソード5、ソード10、ソード9、スターの逆ですね。そして戦車、ワンド3、ペンタクルス5。気をつけることや対策はペンタクルスナイト、忍者の逆、そしてオラクルはペンタクルス3の逆ですね。そうですか。まずちょっと星の補足をさせてください。7月18日の新月っていうのは、水亀座の皆さんにとっては健康意識が高まるとか、日常生活をきっちり整えましょうねっていう、そんな意図にすごくふさわしいんですね。で、特に蟹座で起こる新月なので、自分の感情面やメンタル面を整えるっていうか、それもすごくいいです。整えるよう意識するのがいいってことですね。でメンタルだけじゃなく気の流れとか血液の流れとかホルモンとかそういうのも全部体とね関係してますので、全体を通して日常生活を整えて自律神経を整えるとかしっかり睡眠とって体をいたわることが、メンタルのケアになるっていうのが、星の流れなんです。そして7月23日以降パートナー運っていうのが出てきます。契約も含め人との関係性が際立ってくるよって、そこに光が当たりますよという流れが始まります。で、同時に7月23日から金星というね、華やかさ、豊かさ、もしくはお金とか愛情っていうものがパートナーシップや契約のところで逆行するので、少し混乱しやすい、勘違いが起きやすい時期になります。これは金星の逆行って本当に地球から見て金星が後ろに下がってるわけではないんですが、そのように見える、そのように勘違いが起きやすいということなので、実際はしっかりと愛情を育んでいるけれども育めていないような気がするとか、信頼されてないような気がするとか、そういう後退してるかのような感覚になりやすいということなんです。で、もう一つこの金星の逆行というのが獅子座で起こっているので、何かもっと相手にきちんと伝えたいのに伝えられないとか伝わりにくいみたいな、そういったこともあるかもしれないのでね、余裕と確認を持って、もしくはプラスアルファの言葉で補うというようにしてみてください。ただ7月23日以降そのパートナー運が際立つっていうのは、やっぱり人間関係が豊かになるとね、生活が豊かになりますから、そういう面ではとてもいいですよね。ただちょっとカードで見たところ、ちょっとこれまでがあまりにも疲れてるって感じがありますね。これはどうでしょうか。本当に体がちょっと大変だったんですっていう方もいらっしゃるかもしれないですね。そういう方が多いのかもしれないですね。これ一般的なリーディングですから。ただもともとの持病もあるのかもしれないですし、どうしてもこの時期って梅雨明けるまでジメジメしたり暑かったりで体には負担がかかる時なので、本当にこの7月18日からもう自分をケアしてあげようっていう感覚でいてください。ただその体があまりにもしんどすぎるとメンタルもどうしてもしんどくなりやすいのでね、仕方がないことなんですが、それはでも18日以降パンと切り替えることができます。もうすでに今この動画をご覧になってるこのタイミングでそうだよねみたいな感じで切り替えはできると思うんですけどね。でその後すぐに今まで低迷してた分一気に上がるみたいな、もう一気にやる気になるとか進み出すっていうのがあります。きっとこれは何かがきっかけなんだと思います。誰かからの言葉かけだったりとか、本当に些細なことで人っていきなり元気になるじゃないですかそんな感じで人との関わりの中だと思うんですけど、今それが強調されてますからね。そうだよねみたいな、行くっていう急にそんな感じがあります。急に未来が見えてくるっていうか、急に明るい未来が見えてくるっていう感じですね、とてもね。少しこれまで思うように動けなかった分、
ちょっと目詰まりしてるっていうか、やりたいことがいっぱいありすぎるっていうのはあるかもしれませんが、そんなこと全然関係ないっていう形で、いいですね。今回12星座の中でかなりこのマジシャンの出現率が高く、全体を通してやっぱりあれなんですね。すいません。全体を通してやはりこうちょうど7月の18日からね、新月っていうのもあるんですけど、実はノードというね、皆さんのこの意識が新しく更新されるとか、思い出すとか気づいていくっていう、そういった星の応援もちょうど来るので、それに合わせて何かが目覚め始めるっていうことが起こってるんだと思います。急に復活してますね、水亀座の皆さん。そしてさっき言ったみたいにもうやりたいことがいっぱいあるから、ちょっとあれもこれもみたいな感じになりますけど、でもすごくそれが楽しい感じです。なんかわちゃーって言いながら進んでいくのも楽しいですよね。そしてすごく未来を見てます。ということは、この7月23日以降関わる人だったり入ってくる情報だったり、その契約だったりお仕事とのね契約だったり流れっていうのがものすごく本当に未来に通じる、なんか未来を照らすいいなんか灯台になってるのかなって感じがありますね。ただメッセージとして言われているのは、やっぱりこう人って必ず浮き沈みがあるものなので、そのネガティブでいる時間をあまり見嫌いすぎないでほしいっていうことと、じゃあポジティブな時っていうのは最高で何でもうまくいくかっていうと、そうでもない時もあるし、またそこから急に落ちる時もあるので、それをご自身でうまくコントロールしてくださいねって感じです。でこのカードで見てもものすごく未来への期待明るくなったと思ったら、急にまたでもなんかいろんなことやりたいって思ったけど、それにはすごいお金がかかるとか、いや現実はそんなことなかったみたいな、急にそこの希望に曇りがかかったりするんですけど、でもそれもまた時期が来ればやっぱりそうだよねって持ち直すので、ちょっとこの浮き沈みっていうのが天候とかでもね、すごい晴れてると思ったらすっごい湿気てるとかすっごい雨とか、そういうのによって体調変わると同じように、ちょっと運勢が多少乱れているっていう感じがします、今この2週間ですので、余計に惑わされないようにしっかりと自分の体調を管理しようっていう形がいい気がしますね。ちょっとこの最後のペンタクルス5見ますね。ちょっとね感じるのは、人間関係がいい時っていう時って、本当になんか最近知り合った人とすごく仲良くてとか、そういう明らかないい現実が目の前にあるといいんですけれど、何にもないんですけどっていう方も中にはいらっしゃるかもしれないし、いいはずなのにおかしいなみたいな方もいらっしゃると思うんですね。で人間関係がいいっていうのは、何も相手が自分をマックス幸せにしてくれるわけではなく、もしかしたら嫌な人と関わることによって何かに気づくっていうこともありますし、今まで嫌だったことを嫌じゃなくなるためのなんかプロセスがこの期間にあるのかもしれないので、あまり期待値だけを持ってネガティブを排除していいことだけを期待するっていうのはしないようにしてください。でちょっとそれとさっき言おうと思ったのが、その対人関係で関わる時にですね、本当は相手は良かれと思って言ってくれてることなんですけど、こちらのハートがちょっとここで疲れすぎていて、もう受け取る気力がないっていうか余力がなくって、またおここと言われるとか、また責められるみたいな風にちょっと構えてしまっているところもあるかもしれないのでね、そうでもないよっていう感じがしてるんです。私はちゃんとカップのエースも出てますし、ペンタクルスの9も出ているので、もし対人関係において急になんか孤独とか急に寂しいみたいな感じがなったら、それは本当に相手が責めているのではなく、もしかしたら自分の気持ちがキュッてなってるだけかもしれないので、キュッて縮まってそう見えないだけかもしれないので、あまり悲観的になりすぎないでください。はい、で物事はゆっくりと進んでいきますっていうふうに言われてます。焦らずゆっくりと進んでいくみたいですね。でこの忍者っていうのも深く自分を知っていく、惑わされたりとか目先の利益に飛びついたりとかせずに、しっかりと自分の人生に何が必要なのかとか何が好きなのかっていうのを把握していくんですよみたいな感じがあります。
そしてね、オラクルがペンタクスの3なんですが、ペンタクスの3っていうのはすごく協力してやっていくっていうね、研究段階ですけど、いろんな人と協力してやっていくっていうカードなんですね。でそれがまだ逆位置ってことはうまく噛み合っていないみたいな感じがあるんです。ですので、なんとなくこう全体を通して、これまでのちょっと人に対して裏切られた感みたいなものがあったり、または体がしんどかったりとかして、若干ちょっとナイーブになってギスギスしてるハートが、だいぶ元気になるなみたいな。そして急にね、元気になったと思ったら急に走りたくなって走ってみたらまだ体がついていかなかったみたいなことってあると思うんですけど、そんな感じですごいこう急に未来に対しての期待値が上がったと思ったら現実を突きつけられてはあって思いそうだけど、でも何も悪くないし、焦らずゆっくりと感じていってねっていうふうに言われていて、ただ人間関係は絶対にって言っちゃいけないけれど7月23日以降かなり活性してきます。いろんな人と会っていくと思うので、その中で若干すり合わせながら、時に揉まれながら、でもいたわり合いながら喜びや可能性っていうのが見えてくるんだなと思いました。ここでもやっぱりワンドの4が出てるので、これはすごく人間関係穏やかで豊かなカードです。でそれによってまたやる気になったりとか、やる気になったと思ったらまた急に全力疾走で走りたくなったりみたいな感じなんで、世話しないですよね、ちょっとね。なのでちょっと浮き沈みの多い2週間なのかなと思いました。是非このリーディング皆さんの状況に合わせて考えてみてください。はい、ということでここまでにしておきます。もし何かしら良かったよとか参考になりましたという方はぜひいいねボタンやコメントをいただけると嬉しいです。またいつかね質問コーナーみたいなのもやってみようかなと思いますので、よかったらお寄せください。はい、ということでありがとうございました。いい時間をお過ごしください。失礼します。